はい、柳川さんお疲れ様です。どうもです。今週もですね、柳川チャンネル始めたいと思います。さあ、今週はですね、いよいよ日本ダービーが行われます。ここ来るまでにもですね、ちょっといろいろと、たくさん話題があったと思うんですけれど、そうですね、今年のメンバーをパッと見ていただいて、どうでしょうかね。普通に、なんだっけベリシーとかリタイアか。だね。あとでぶつかってきてるし、さつき組も出てるし、他のところからも全部来てるし、揃ったし、結構世代としても立派な世代なんじゃないかなって気がするね。今週が C コースということで、どうですかね、馬場は。先週、うち結構何メートル分か開けてたのがいてじゃない。開けてみんなしてたから、その分がちょっと柵になるぐらいの感じでいいんじゃない。だからうちが、普通に、先行馬が結構強いよねっていうふうには、必ずそういう表現っていうかそういう文言は、各新聞とかなんとかには出てくるんだろうけど、確かにな、そうは言ったって強い、弱い馬が勝つわけじゃねえんだからな。枠順も、発表されましたけれど。C コース府中、2000メートルは圧倒的に外枠が不利ってことはもう、これはみんな分かってると思うんだけど、もうスタートしたらラチに突っ込んでっちゃうからね、外枠は。それ以外はね、極端な枠の、あれっていうのは、北海道の芝の高速馬場の、外枠は確実に不利だけど、それ以外は、1002年のね、スプリント路線。それ以外はね、多少はあったとして、もう、オークスだって外枠ばっかり来たんじゃなかったっけ？俺はもういつも外枠の方がいいって必ず言ってんだけど、外枠から距離損っていうのは、コーナリングの分だけだからね。コーナリングで内と外で、コーナリングでその内から10番目、10頭目を走るってわけじゃねえから、そんなには一回りしたところで距離損があるとは考えにくい、距離的にはロスっていうのは考えにくいんでね、数メートルとかそんなレベルだと勝手に思ってるんだよ。計算できるやつはしてください。計算方法があるらしいって前も言ったことどうか忘れちゃったけど。揉まれない馬たち、揉まれるのが嫌な馬たちだったらもう外枠の方が全然いいしね。今後、さつきも、ダービーも、結局皮肉な枠順っていうのか、皮肉かどうかもわからんけど、面白くして枠順にして先行するだろうと言われてるのが外に側に行ってるしね。展開的にどうなんだろうなっていうところはある。今までその前で競馬戦ってきたっていう、来日、さつきの1、2着馬が、ロブチューが17引いたから、こっからロブチューはもう前から言ってんだけど、別に逃げ馬じゃないし、出たなりで追っといたら逃げちゃったっていうだけの初速が、あったっていうところで、今回も同じ形でしょ？だから多分、2番手、3番手じゃないにしろ、何番手って言っても難しいな。イメージは速くなんないから、好意っていう形にはなるんだろうとは思うけどね。リアライズどうすんのかね、津村の乗り方は。ポンと言って何も来ないで花立てればそのまんまだし、行くし。何かが花行ったら、2番手でも3番手でも揉まれない形だから全然 OK だし。じゃあ何が行くのって聞いても何が行くの？多分、内枠の方見たけれど、これだったらリアライズがパンといっちゃうのかなというイメージです、ね。つけた馬がいけるっていうメンバーなんだね。ロブチュンがおそらく一番人気になると思うんだけど、この枠で。ざっくり、シンプルに考えたって、この同じメンバーで、枠順がこうだけど、同じメンバーでもしやるとしても、5回やったとして、ロブチュンが3回勝つなんてことは多分ないからね。2回勝てば御の字だと思う。そのくらいの差がないと思ってる。
うんで他にそんな風に勝手に想像してやるんだけれど、そしたらあと何が勝てるのかななんて思ったら、他やれば1回ぐらいチャンスが回ってきそうな馬が、7、8頭ぐらいはいるのかなというふうには見て、馬券はそういう組み合わせになっちゃうんだけれど、あとはもう、どういうふうに流れちゃうかって、そんな分からんし考えるのも嫌だしな。ちょっと一頭ずつ、ちょっと一言ずつでももらっても大丈夫ですかね。じゃあ、枠くらいで、じゃあ1番、ライスアトラ。はい。俺ほんと上原厩舎、毎回見てて、毎回変わってくるんだけど、実はね、ライスアドラーは去年のトースパイでも本命にして、これが一番最初は気に入ってたんだけど、今もね、ずっと皐月も来て、それで今回も来て、ずーっと同じで、外見の変化、肉体よりも性格面で、成長が、変化がほぼない。やっぱり、神強く稽古でも、がっつり噛んで、落ち着かないわけじゃないけど、一生懸命なりすぎてるところがあるんだよな。もう本命から抜けまである馬なんだけど、抜けはないかな。馬は体調は非常にいいよ。何も心配することない。一番枠は、この馬にしては良かった。この馬は、そのトースパイもそうだったけど、内立ち、トースパイも内枠で結構2回3回他の馬に弾かれたりぶつかれたりしてっけど、馬込みの遅い流れで対処できたから、当時から。だから競馬に行けば性格が結局は、従順っていうか、素直っていうか、心配ないけど、おそらくセールスポイントは持久力のある足なんで、タフな流れの方が実は向いてるとは思うんだけど、距離は全く心配ない。むしろいいね。チャンスは当然ある馬で、みんな好きだからな、上原厩舎な、不思議なもんで。全部似てねえから。そうです。みんな個性ありますもんね。上原厩舎だけ言っちゃうと、4頭出てくるけど、これは常々思ってるんだけど、青葉では、今日、豊ちゃんが乗りに来てた Going to Sky が植えて、これは、実は調教師にも俺は言ったことなんだけど、これが一番強いよって。でもね、今でもやっぱりこの中間見てても、馬的にはやっぱりね、フォルテなんだっけ？フォルテアンジェロ。皐月本命したやつか。これがやっぱり馬的にはこれが一番いいなと思う。やっぱり今回も、幸いなことに4頭まとめて出してくれて、馬場に出してくれて比較できるじゃん。そうですね。この馬が一番体高が低くて、ガサが一番ちっこいんだけど、やっぱバランスとか、なんて言うんだろうな。馬的にはこれがやっぱり一番理想的な一番いい馬だと思ってるんだけどね。本当にいい馬だなと。あと他の、GoTo とか、あれは、ライスアトラーってのは、迫力あるんだけれど、迫力はある。確かに馬に。あと、ここがこうなればな、なんていう、そういう、注文っていうのはたくさん出てきちゃうけど、別としても。みんな各新聞社の人たちも、この4頭出てて、比較つけるんじゃない、これが一番だ、これが一番だ。グリーンエナジーの場合は、もういろんなところで情報は、話っていうかそういうの言ってるか思うけど、先週、馬場、入りしなかったのかな。そうですね。ちょっと熱発があったっていうことで、使わないとかっていうのは周りがそうやって騒いでて、どうだったらけど、普通ね、一瞬前にそういう、馬場入りっていうのと運動ってのはまた違うから、あれだけど、今のトレセンの形、仕組み、施設から考えると、馬場入りしない運動っていうのはなかなかハードな運動っていうか、あれは
しにくいよね。プール行くのか、森林馬道で歩かせるのか、あとはもうみんなウォーキングマシーン使ってやるのかっていうところで、それだけじゃどうしようもないっていうところがあるし、本当に熱発で体調が整って、選手の段階整ってなかったっていう、これはちょっとやっぱり、厩舎関係者もピリピリしてるから、口をみんな閉じてるっていう感じで、本当腹の内とかなんとかっていうのは出てこないかもわからんけど、先週見ないで、昨日俺は馬場入りした後に引き上げてくるところちょっと近くに行って馬を見たら少し、腹目立派だったなと思って、普段から見るとかっこよかったんだけど、そっちのが。でもいつもと違うんだけど、今日だと追い切った後なんか見るとちょっとシャープになってたから、一応体勢は苦心をしつつ体勢は整えたとは思っているけれど、まあ、動きは迫力全くなかったな。まあ、来たら歴史が変わるわ。それがいいですね。俺からすると。まあ、そういうところで。もっと引っかかる、キャンキャンする馬だから、うるさいぐらいでちょうどいい馬だからな。まあ、あんまりそういうところがなかったし、難しい熱発っていうのは、昔ね、関西の馬で、皐月の前に、やっぱり熱発があって使う使わないっていうのは、これはあんまり、当時はそういう話が出なかったんだけど、これちょっとは見ないですね。で、皐月はダメで、でも、あれ、それで4着か、そこら5着か4着から来て、それでダービーは自信深めて、そのダービーを取ったっていうの例があったんだけどね。今回の場合はちょっとそれよりも、今回はちょっと違うんでね、なかなか厳しい。ですかね、今回は。全然厳しい。と見るのが、昔から、仕事をやってる人間は、そういうふうに思う。来たら、勝ったら歴史が変わっちゃう。っていうか、今までの、あれが全てが変わってくるって。ということで、まあ、ちょっと話ずれていったけど、ライス・アドラーがいて、ライス・アドラーは一番枠が良かったもんよ。スタートで、まあそこまで下手じゃないしな。足長だからあんまりそコーンと出るあれではないけど、そこはないし、内々で、前にも行けるところがあるんで、おそらく4、5番手ぐらいの内々っていうイメージは湧く。非常にチャンスが出てくる枠を引けたと思う、この馬には。我慢が効くから馬込みで。そんな感じします。で、2番、マテンロー。はい。馬はね、いいんだけど、この間の競馬見るとちょっと足んなかったのはなんでなんだろうと思って、全く、皐月で、いわゆるここが、マテンロが通ったところにはパントヌがいたり、グリーンエナジーがいたり、パスティールがいたり、その辺の外から同じところでの立ち位置の競馬やってて、この馬が一番やっぱり伸び負けしたから、ちょっとね、秋かな。馬的には全然劣らないんだけどな。ひょっとしたら、ジョッキーから考えても逃げっていう可能性はあるよな。2番枠いてっから、大割りだと思う。ジョッキーからしても。切れ負けしてっから、この間。で、多分体調も上がってはくるとは思うけどね。生は見てないからわかんないけど。皐月を叩いていようかっていうイメージ、匂いはする。だからね、5回やれば1回ぐらい馬券に絡んできそうな馬ではある。そんな感じ。3番、ケントン。はい。突如の大雨氷でも降ってくればっていうところで、両馬は参加することに意義があるというところで、いいでしょう。はい。アルトラムスもね、さっき言ったマテンローと同じようなところでちょっと内側走ってたんだけど、距離もあるだろうかな。これから24も長いし、馬的にはこれオープンまで、頑張っててもいける馬だと思ってるんだけど、オープンっていうか、もう重賞勝ってるんだからな。
まり24のステージっていうわけではないと思う。マイルから1000、まあ、1008、そうだね。そのくらいが、本当の馬だろうとは思ってます。はい。じゃあ、5番、バスティール。バスティール。本命のうちの一頭ではあるんだけどね。まあ、競馬の形できるかな。この間もスタートちょっと甘いけども、はっきり、ドンケツに離れてケツから行って、そういう形の競馬にさしちゃってるんでね。スタートして、まあ、馬群に入って、うんぬんかんぬんって競馬ができるかどうかとか、やるかやんねえか。いや、やんなきゃ来ないし。大丈夫だと思ったけどな、馬群に入れて。直線、フルスピードで走ってくれるような競馬になれれば、全然足りる。5回やれば1回勝ってもおかしくないと思う。まあ、距離とかも問題ない。全然何にも心配ない。レベルはあると思ってるんでね。印はつけるよ。今回ってちょっと一気に人気落としそうなイメージですけどね、バスティール。もう、聞ける、もう、馬群に入らないとかなんとかでもう後ろに最初から決めて乗っかってたんじゃ、まあ、ダメだろうな。甘くはない。はい、コンジェスタス。コントレール。迫力ある馬だね。この間の競馬も強いしな。時計も速かったし。だけど一つやっぱり上がりがかかるっていうのがいいんだろうな。そんな感じの馬だもんな。瞬発、すごいすごい切れ味を使うっていうか、じりじり足をずっと使うってタイプで、体つきはまだまだ変わってきそうなシルエットだから。これからの馬ですかね。そうだね。何にも心配なところって能力があれば勝ってもおかしくはないぐらいなレベルにあるのかもしれない。また負けてめんだから。いいと思うよ、これも。関西馬では、まあまあ上位っていうか、関西馬3頭選べば1頭はこのままも1頭は入るね。はい、次は、7番、名将8校。結構競馬の内容ね、中山とか東京で来たんだよね。結構ね、しっかりしてるんだよ。まあまあ、それでもなっていうところある。やっぱりスケール感っていうのが残念ながらないんでね。上手な競馬ができるから、まあ、そこそこには走ってきても、いいと思うけど、そこら辺までかな。はい、8番、湘南ガルフ。でもいかんな。普通にな、その北海道から後が。ですよね。まあ、距離もなんか伸びてっていうタイプではないのかなというイメージですけど。確かに、菅井調教師。今日朝調教中に電話あって、函館の新馬のメンバー教えてくれやーって。知らねえわって。よかったらなんか、気があれば湘南ガルフいいぞとか一言って絶対言ってくるんだけど、まあ俺も聞かんから、なんか育ちの下を、なんか2週目か3週目に使うとか、なんとかっていう。そう、つって。喋ってる相手関係はどんなこと言ってましたもんね。そう、なんか情報あるって言うから何もないって。で、違うこと話したけど、まあ、湘南ガルフも、どうもその北海道も親分で終わっちゃったっていう感じだな、今のところはね。このクラシックシーズンが終わってからまた違うステージになってくるだろうから、厳しいと思うね、やっぱりもう。はい、5枠9番、アウダーシア。みんなこの辺が穴っぽいと思うかもわかんないな。とりあえず心配なところは何もないわ。先週の段階ではダメだな、重たいなと思ってたけど、今週でちょうど良くなったから、来週は 100% になるはずなんだけど、1週間分だけ 100% には、100点には持っていけなかったなというのが俺の感なんだけど、まあ全然不満ない。だから、あとはもう能力的なもんで、前回、中山の一番外回されて、直線も一回弾かれるっていうか、立て直すようなタイミングがあっても、ゴール前しっかり伸びたから、まあ、中身としては、
非常に優秀であったね。距離も心配は全然ないしね。確かに、持ってる底力がどこまであんのかっていうところなんだけど、このスプリングステークスのメンバーそのものがやっぱりちょっと落ちるっていうのと、まあ、レースは非常に激しかったから強いんだけれど、やもすれば、あの辺のもうゴールも4頭5頭ブワーッと入ってきちゃってるとこだから、他の馬にも、が勝てるチャンスもあったし、まあそこの軍団からちょっと出るっていうことは、ちょっと考えにくいな、スプリングステークスからは。まあまあ、それでもこのレベル的には上位に来ておかしくないし、かなりその成長力っていうのは今後も非常に楽しみな馬ではある。まあ、完成度とかそういうのはまだ先で。まだ良くなるっていうところはあるね。でもまあ、スプリングより落ちるって体勢じゃないしな。仕上がっても、まあ、ほぼ十分な仕上がりだし。はい。5枠10番、ジャスティン・ビスタ。なんのかな、あまりいい調教過程とは見てないけれど、その、数字と調教時計とか、その中身内容っていうのを字面で読むとあんまりそこまでっていう気がするんで、まあ、やっぱホープフルの後で、あんまり100点っていう感じじゃないんじゃない？はい。6枠11番、リアライズ・シリウス。リアライズは、不安の点っていうのは、距離かな。4はちょっと長いですかね。いや、実はわからないんだよ。わからない。ハワイアンイメージ、備前錦じゃないな。ハワイアンイメージみたいな感じかな。まあ、本当そういう競馬をしちゃってるからね、ワンペース型で行って、ねじ伏せてる、勝った時はねじ伏せたっていう形で、その、切れ味と瞬発力勝負とかじゃないから、実際のところ、瞬発力勝負にしたら本当に分が悪いのかどうかっていうのも、実は俺もわからねえんだよな。皐月時よりも馬はやっぱりもう一回り大きくなってるわ。明らかに大きくなってる。それでフォームも無理なく大きく体使えてるから、レベル自体は上がってると思う。追い切りの動きもどうですか？全く心配。いいね。わかんないな。なんか淡々とずっと平均的ラップを刻みながら、なんか。ちょっと早い。それも早い。やや早めの、で、他の馬を引っ張っていって、そのまんま後ろにも足を使わしてっていうのじゃないかなと、ほとんどの人がそう思ってるんだけれど、実は違うのかもしれないなっていうのはね、さっき言ったようにちょっと稽古でもね、体使えるようになって、追ったら伸びるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと変化も感じているんですよ、個人的には。で、結構ね、この、距離 OK っていう馬が多いんでね、2400は全然いいよっていう馬たちが今年のダービーは揃ってるんで、そこに比べちゃうと、その24はベスト、他の馬と比べると、どうなのかなっていうふうに思ってるだけで、実は正直ね、この馬わからねえわ。わからない。強いかもしれないな。左右の周りは全然同じだ。別に、左回りも右回りも普通にすんなり手前も変えてるし、何にも悪いとこないし。まあ、注文つけていくこともできるかもしれないしな。もう、でも途中からやっぱりペースアップでこの間のリアライズみたいな乗り方になるかもしれないし。なんとも言えないけど。印はやっぱちょっと、打っとかなければっていう感じですか？わかんない。強いのかもしれない。これはごめんなさいだ。わかんないんだよ。本当に。体勢は、指数体勢はけはわかり、皐月の時よりもプラスがある。馬としては。良くなってる。その辺でどうかっていうところがある。その辺で。
今年の場合、ちょっと、好みの問題だけど、結構気に入っちゃった馬がたくさん出てきちゃったんで、まだ本命も本当に、どれでもいいんだよ。ロブチュンでもいいんだよ。ロブチュン、やっぱり馬いいもんな、つくづく思うわ。これが全然勝っても全然いいし、本命でもいいし、別に本命じゃなくてもいいし、ということで分かんねえんだ、今年。まあ、可能性があるというところで、リアライズも可能性はあります。はい。じゃあ、6枠12番、アスク・エジンバラ。エジンバラな、この間が対戦いまいちでここ勝負っていう感じで仕上げる。やっぱね、もうそれでも頑張って走ってっかな。すごいと思う。だから、検討はすると思う。ワンパンチ足んないから非常に頑張れてもっていう気はするけどな。まあ、岩田の親父さんの方も、鎖骨かなんか言ってんだったっけ、なんか、それでも乗ってくるっちゅうぐらいな、ガッツ見してるし。大丈夫なのかなっていう感覚ですよね、怪我してからの。でも、その次の、怒って次の週には、いや、ダービー乗るでって話が、なんで。ずっと、この馬には稽古ずっとつきっきりだから、稽古ずっとつきっきりはディープブリランティがそうだったしな、あの時はもうサンドワルも言われたけど、信用しなくてとかって言われたけど、ずっとつけてて、多分大丈夫だぞなんて話をしてたんだけど。だからエジンバラっていうのも、勝てるってイメージわかんねえけどな、馬券圏内だったらやっぱ5回のうち1回か2回は入ってきても驚きはしないけどな、勝つとなるとなっていう、いや、大半はみんなそう思ってると、そう思うと思う。2400、距離伸びて。いや、マイナスはないと思うよ。全然。その辺は何も心配ないと思うけど、どのメンバーとやっても、頑張るけど、惜しいで終わらしちゃう。惜しいっていうか、あと一歩足んないなっていうところでずっと来ちゃってるから、同じような形の競馬じゃやっぱりそうなっちゃうんだよな。印が回ればつけるけど、回んなかったら印はつかないな。はい。続きまして、7枠13番、パントルナイフ。さつきの時よりも、むしろ良さげには見えるけれど、まとまりすぎちゃって、この馬は綺麗すぎるんだよな。迫力感とかスケール感というか、そういうところがないんでね。ピンとは来ない。良すぎる馬。良すぎるっていうか、絆にしては、牝馬とは言わないけど、威圧感がない、綺麗な馬っていう、言っていいのか。そんな感じするな。距離を心配は特にはないか。前に行けて3番手、4番手ぐらいで、ルメールで、そういう競馬になったら、結構しぶとく頑張れるかもわかんないな。最終的なその底力っていうのどこでゴール前でそれでもかわされちゃうかもわかんないけど、そういう形の競馬ができればと思うけど、この枠引いたら取りに行かないだろうしな、ルメールじゃ。中段とか後ろからになっちゃうから、そしたら、いらねえや。そしたらね、その形じゃ。はい。7枠14番、Going to Sky。青葉余裕あったもんな、まだな。そうですね。コース、その、レースレコードだったのか。時計は、これも思ったより早いと思ったけど、そっから、他のクラスの馬もそのぐらいで見直しちゃってんだから、時計はいいやと思ってるけど、へこたれずに、その後も非常に今日、竹ジョッキーが乗りに来てるけど、動き、本当に、ちょっと行ったら、すぐトップにエンジンが入るから、ぐーんと来るもんな。いい威圧感がある。おそらく、上位争いはなる。だから、青葉は今年は1週間早くなったから、その辺で、青葉組で初めてダービー制覇っていう目もあるな。とは思ってるけどね。一つは、この間は、比較的に揉まれる競馬じゃなかったっていうところで、今回も14番だから、
逆にその、外から被され、そんな競馬にはなりそうもないから、まあ多少の距離は他の馬よりも多く走ろうともリラックスできるポジションで、何しろ一貫歩のフォームがでかいんでね、変な馬込みに入れたんじゃダメだし。まあ左回りと右回りが天と地との差があるから、無条件に本命にしようかなと思ったんだけどな、青葉終わって。まあ、アーボンで押してたじゃないですか、この馬。で、本命でもいいんだけれど、まだ決めかねてるのは、白三角になるかもわかんないし、表にしつけてもわかんないし、まあ、そんな感じで、非常に体調良しと。青葉も良かったけど、それ以上と言っても過言ではないね。と思う。はい、715番、フォルテ・アンジェロ。やっぱね、最終的に、最初はライヒトアドラーが好きで、その次はゴーイトゥインドスカイが好きで、みんなそのグリーンエナジーが好きだって言うんだけど、他で行く、これなんか新聞社人気あるんだよな、これが一番。そうなんですね。なんでだろう。で、ほら、他の人間に、他の会社の人間に聞かれるからさ、そう。いや、好みだから、全然。いや、俺はだけどやっぱり、ポルタンジェロは本命とかも今回だけは、さつき出遅れてけど、うちだけ回ってきて、うちがぽっかり空いてるから、この5弱っていうのは全く評価しないんだよ。全然、ゼロ評価なんだよ。うん。だからこれが出遅れないで3、4番手にいた競馬でどんなもんだったのかなと思うんだけど、もうホープルで本命した時に、あっという間にロブチにそこで買わせちゃったっていうところがあるんだけど、いや、本当にこの馬はいいと、なんか見れば見るほど、毎週思うんで、やっぱこれが一番いいのかなって。もうライスも好きだし、ゴーイントゥもいいなと思ってるけど、この間の5着の評価しなくていいんだけどね。しなくていいけど。で、正直ね、上原九州4頭いて、これは今年のダービーはもう永遠にこれ言われると思うんで、もう、あの時の上原騎手4とすごかったよなとかっていうのになるような話が何年後かにも出てくると思うんだけど、俺やっぱこの馬がやっぱり一番いいな。サイドやっぱり、もう馬としての、だってバランスは素晴らしいもんな。体、さっき言った体ないけど、友の面積だけだったら、この上のこいつらみんな他500ぐらいあるや、もうでかいもんな。まあ、バランス見ちゃうと、バランス的にそう思っちゃうのかもわかんないけど、いや、本当にこのフィエルマンのこの子は素晴らしいなと思ってる。見た目にスケールが落ちるから、ダービー馬っていうは、なんかそんなイメージがないんだけど、でも、やっぱ5回走れば1回勝てるなっていう気はする。で、状態もね、俺この4頭の中でこの馬が一番よく見える。中間選手の稽古なんかも、だいたい他の馬との比較してて、この馬が一番いいなと思って、推進力がある動きしてくれてるから、滑らかで無理ないフォームで、本命にすっかな。なんか結局俺、サツキとホープルってこの馬本命してっから、なんだかんだ言っても。そうですね、そうですね。で、ゴーイントゥースカイが一番強いだろうって俺は調教師も言っちゃったこともあるんだけど、勝手にね。で、その前はライスアドラーだよなぁなんて去年って言ってたし。まあでもやっぱり、比べるのは難しい馬ではある。もう全然違うんだ。で、もう本当幸い、本当にこれをちゃんと、4頭でやってくれて、そんなにビシビシ追い合いするわけじゃねえから、みんな意外と評価つけにくい、差がつけにくいかなと思うんだけど、俺結構意外と差がつけやすいって言い方おかしいけど、今回に関しては体調はこの馬が一番よく見えるな。先週の調教を見たらもうパーフェクトだったもん。一週前のパーフェクトはもう間違いなく本物。なるほど。ということで、今喋りつつ、かなり本命候補になった。本命候補ですね。ちょっとこのあたりまたちょっと時間はありますので、もう少し悩んでもらって大丈夫です。悩むよ。まあ悩まねえや。だって、この、本命対抗黒三角なんかで来るなんてことはねえもん。俺からだった、俺の予想は。次はなんだ。次はグリーンエナジーですね。同じかな。さっき言ったように、この形のやっぱり一週間、馬場入りはしなかったっていうのは、
こんな大きなマイナスはないだろうなと。まあ、今はもう、その辺はもう見てちゃんと出費決めるから、使えるっていうところで出すんだろうというところだけど、非常にイメージとしては良くないね。確かに調教もね、故郷の追い切りは、すっとこないもんな。いやまあこれだから、ここなんだよな。やっぱり、特別にまあ人からはまあ数字が今出るけど、特別にすごい時計の調教の中身っていうこっちがないんだけど、スコッとこなかった。まあ。はい。じゃあ、8枠17番ロブチェ。なあ。ワールドプレミアの評価肩上がりで種付けもめちゃくちゃ人気が出てきたんですよ。やっぱいいな、馬は。これね、家族全体見比べると、俺は足つき、友の足のついてのクッションの帰りが、この馬はやっぱり飛び抜けてる、たけてる。いや、これ、そうと、やっぱり足、腰強いんだなっていうのは、これ歩き方でわかるから、これ皆さん、見てくれればいい。この理想的っていうか完璧なフォームで歩ける。腰強いなぁと思う。軸がしっかりしてるから、ちゃんと伸びが、友のがちゃんと伸びて、まあ、前にグッと馬が出ていくっていう形で歩けるから、これは、まあ、歩きだけで、まあ、間違いなく永久、まあ、さっきも勝ってんだけど、っていうのはもうすぐ分かるぐらいのレベルだから、馬に対して全く悪いところ、欠点もないし、だからまあ5回走れば1回は勝つだろう。2回あるかもわかんない。3回はないと思う。そのくらいの差しかないと思ってるから。で、共同通信杯がなぜ負けたのかっていうところで、まあ負けるべきし負けたのかな。まあ捕まえに行って負けたからっていうのもあったけどね。まあ、負けはいろいろあるから、全部勝つわけじゃねえから。競馬が上手は上手だね。皆さん、パドックの時その足つきとか、まあ他になんかこれはわかるよ。いや、あとはね、別に特徴は、やっぱ、ディープ系と言うけど、ディープの子もみんなもたくさんのもう腐るほど出てるから、共通してるバネがあるように感じるし、柔らかさ。あとは、これはね、主観の問題だけど、皮膚が薄いとかってのは俺嫌いなんだけど、まあ、皮膚がすごく薄い。これはね、本当にそんなことあんのかよと思うけど、馬に皮膚が薄いなんて、そうやって見えるだけだと思うんだけど、毛色の問題とかで、確かにこれとかフォルテって結構、毛色の関係で皮膚が薄く見えて、筋肉がはっきり見えるんだけれど、足毛はみんな見えないだろ？足毛は見えないですよ。それはね、まあ、見にくい。そうなんですよ。だから、見にくい。足毛だとやっぱりどうして皮膚が厚く、だから、主観の問題。ありえねえんだよ、そのこと。皮膚が厚いとか薄いとかだって。空の皮が厚いのはわかるけどよ。そんなことはない。だけど、ロブチュンは、みんなが見てて、おそらく、いい馬だなと思うのがもうやっぱりロブチュン。これは。だから例えば、ゴーイングツースカイとか、ナイスアドラーってのは、すごいじゃんっていうふうには思うかも、すごいじゃんっていうふうに思っても、いい馬だなと思うのはロブチュンとか、ポルテアンジェルとかだと思うんだけどね。だからリアライズとかなんとかはすごいなとは思っても、と思っちゃうだけど、俺なんか見てて、やっぱりまあこっちの方がいいなロブチュンはまあ普通に来て、普通に走れば、1でしょ。17番は特に心配ないしな。だからまあ、無理して最初に前に行こうという気はないんじゃない？出たなりで4、5番手、5、6番手。まあ、他のがみんな出方、伺ってるだったら、ほっといて2番手花っていうケースもあるしね。時代。はい。で、最後にじゃあ8枠18番、エムズ・ビギン。ああ、標高したな。北さんブラックのパターン A って言い方、俺はしちゃうんだけど。この間の千葉でも北さんブラック、まあ、他にも北さんの写真いろいろ
1歳、搭載、2歳、いろいろ見せてもらってるんだけれどね。北さんブラックってやっぱりね、薄いんだよ。若い頃。これ、エムズビギンもそう。で、これがコバになると、ブワッと幅が出てくる。そしたら本物になって、ゴンが強くなってくる。面白い。だから、一見、成長過程に入って、馬が進化してくると分かるやすいタイプなんだけど、今現在やっぱりまだ、簡単に言っちゃ頼りなさ。綺麗に見えるもんな。綺麗すぎるもんな。なかなか厳しいと思うね。まあ、人間の手に出ても無理だろうなっていう気がするな。まあ、秋に変化を見てみたいね。強くなる可能性を秘めてることは間違いない。なところで、あまりうまい説明はできなかったけど、一応ね、一着があるんだったら、やっぱりロブチューン、リアライズ、皐月賞の1、2着組、それから、上原厩舎の3頭はもうまとめて、グリーンは残念ながらあれだけど、それと負けたことがないコンジスタ、パスティール。一着に限ればね。だからということはこんだけいるんだから、その中で馬券買って、そんだけで買っても7頭も8頭もなっちゃってんだから、もうその段階で負けは負けなのよ。馬券的には。で、それ以外にも、いや、3着まで入ってこられるんじゃないかっていうんだったら、まあ、アウダーシアだろうが、まあ、パントルは内脇引けば、その前粘りっていうのがあったけどな。アウダーシアとか、アスコエジンバラとか、まあ、こういうところも、まあ、3着までは、まあ、待てるのも捨てきれないけどな。もうそのまでいったらもう、18で見抜かなくちゃいけなくなっちゃう。ということでね、これはね、俺に聞いても、当たらないっていうところに落ち着いた。週末は柳長チャンネル。競馬予想は馬三郎。オークスはな、俺は取られたんだけど、一着固定で今村聖奈と、あと、本命にしてたあれと、そっか、あれか、坂井流星のあれか。はい。ペンネ、エンネ。その2頭一着にしててやったけど、ルメさんは買わなかった。ああ、そうですか。うん。まあでも、16ペイロ、かなりここで押してたんですけど。16に入ったからよ。やっぱ枠、でかいよ。16ピエロって言ってたんだよ。あれ、15ぐらいだったら来なかったもんね。あれはね、まあ、一気になんかあちこちでその今村聖奈株がバーッと上がったけど、もともと彼女はそんな別にうまい下手は俺わかんねえからあれだけど、結構トレセンの中の長距離走ばっかの人間に聞くと、レーンのおかげで勝てたって言い方はちょっと彼女に失礼だけど、レーンがなかなかその16ピエロの進路を外に出させなかったっていうことで、空いてる進路があそこしかなかったんで、あそこ走ったら勝ったんだけど、あそこ以外走ったら勝たなかったんじゃないかっていう風な、でも競馬なんか、俺はよく言うんだけど、関係ない、俺は何人か長距離とかってそういうふうに言ってたけど、いやいや、もう根本的に違うんだって、今村聖奈が持ってたんだっていう話で、もうそれで全て、もうどこを使うとか、走るとかなんとかとかっていうのはもう、そんなもんはたまたまその競馬でそうなっちゃって、競馬っちゃそんなもんだから、レースは。だから今村聖奈ったら持ってただけで、それだけ、シンプルに勝負ごとでギャンブルだから。勝負強かったんですよね。いや、でも、盛り上がりましたね。強かったし、盛り上がりましたね、本当に。入れ込んでるなんて、俺競馬場で言ってたけど、全く入れ込んでるってことはねえからね。だからあれは、俺石堂に聞いて、うちの石堂、回収はこういうふうにやってたかってことは全然大丈夫でした。それ段階で入れ込みじゃない。ということで、
春シーズン最後俺が来週から北海道行ってもうこの番組はなくなるだろうからあれだけど結局まとめきれずに終わるってことで勘弁してもらおう。まあ、あとは、その後になんだっけくだらないくだらないっていつも思うけど目黒記念。無料記念で何かじゃあ、いやウェプトウイルスっていうのはこれは最高に素晴らしく仕上がったな。もうハンデだけだ。あとはね、ファイアクランツも、これはもうデビューから知ってるけど、初めていい。初めて素晴らしい。これは初めて、俺から見て。で、もう一頭、それを任せられるのがダノンじゃなく、関西のミラージュライトっていうのはね、どんなもんなのか。どんなもんなのかっていうのは、どういう形で出てくるのかがポイント。本当に良くなって、本当に今年はこの馬が中距離路線ではトップに行けるレベルにあると思うんで、ぜひぜひだね。ミラージュになると。ああ。この馬はね、トップに行けるよ。中距離路線で。まあ、ずっと懸念があって、スタートからして遅いっていうのが、非常に致命的な欠点かもしれないけど、やたらと体が長すぎるから、あれはなかなかゲートが開いた瞬間から、スポーンとスピードに乗るっていうのはないから、だから、いわゆる中距離路線になっちゃうんだけど、まあこのジョッキーと競馬でどうなるのか俺はわからんけど、真ん中に楽に、もうフォームでかいから馬込みがあんまりダメだろうけど、良くないと思うけど、まあ、縦長になる可能性が結構あるし、ドンケツ一気っていうわけじゃなくて、真ん中よりやや後ろぐらいだったら、それで負ければ力届くってことで、もうスパッとくんだけど、関西はこれが怖い。個人的にね、ウエルと、ファイアグランツと。まあ、他にもたくさん面白いな、差しに回ったキングスコールとかな、まあ、ダノンシーマも。ダノンシーマもまあ、多分、1番人気、2番人気のねんで。まあ、ハーツコンティルトも、この間はすんげえ足見したけどな。まあ、ああいう馬だからな。だから、オープンでも、条件でも同じ足が使うんだけど、結構、今まで目黒とか、なんだか、いつもこう、アルゼンチンだろうがやるレースってのはくだらなかったけど、メンツ的には、若駒がバリッといて、今年活躍しなくちゃいけないレベルの馬たちがいるんでね、面白いなと思って、まあ、見ないで帰っちゃうかと混むから。でもハンデ戦だから荒れるんだよな。荒れるのは、荒れるんだったら。人気がない馬がね、よく絡んでくるレースんで。だったら、マイネルか、ケリレウィス。まあな、ハーツコンチェルトも人気にはなるかな。キングスパレスあたりもわからんもんな。ギャンブルブルームっていうのもいいけど、多分切れ負けはするな。湘南バシットあたりもな、穴目ではあるんだけれど。でもキリがないわ。個人的にはミラージュから買おうかなっていう気は。ミラージュ。まあ、あと関東がユクトル、ウイルス。ウイルスと、これね、ミラージュはだから、これ個人的に気に入っちゃってるけど、ユクトルと、ファイアは、俺の見立てでは、多分デビューから考えても今が一番いい時じゃないかなっていうふうには見てる。なんとこだな。平野に一個勝負しようかと思って使えるのかな。日曜日はアドマイヤーってダートの16使ってきたが、乗り役もわかんないけど。アドマイヤー。走らねえわけね。アドマイヤーウルトラ。ダート入ってます。誰のか誰のか。ディーンです。ディーン。はい。藤岡か。藤岡ではないですけど、ディーンですね。アドマイヤーウルトラ。走らないわけがない。わけがない。って言ってずっと走ってない。面白いな。多分走ると思う、今回は。ちょっと上だけ見ちゃうと、馬と条件見ちゃうと、本当に2勝くらって買ってやろうかと思うぐらいなレベルになってきたんだけど、なんで走るんですかねって聞かれたもん。馬が走ることは俺が知るわけねえけど、走らねえわけねえなと。これは出かけなくちゃいけないな。日曜日結構一緒に回ったんだけど、もうめんどくせえや。
なんとか。またじゃあ日曜日の3レースのアドマイヤーと、でダービーとレギュラーケーンで。まあ、手振ってくれや。面白くなかったな。いや、全然今日はもうこれでも十分です。まあ、来週って何なんだっけ？安田記念ですね。なんか安田なんかあったのか。安田見て、そっか、その頃は函館で馬見てるわ。でも台風が来るかもわからんから。来ているという話ですね。わからん。どうやって行こうか。まだ行き方も決めてねえんだよ。あ、本当ですか？うん。まあめんどくせえからいつも行き当たりばったりで、車転がしてって行き当たりばったりで、フェリーで乗っかって行くけど、台風と合わせ馬やったってしょうがねえからよ。金曜日頃台風こっちに来るっちゅうんじゃ、台風と合わせ馬って勝てると思わねえから。早めに行くか。早めに行ったって早めに行けねえべ、木曜日。あ、仕事してからですもんね。そうだよ相当じゃあ。だから、一日ずらして土曜日に行っちゃうと日曜日長期見なんねえけど、まあいいや、と思って。めんどくせえや、と思って。まあまあ、天気次第だ。台風に逆らってしょうがない、自然に逆らったってな。まあ無事に人間が。行ってもらえればいいと思いますね。週末は柳チャンネル。競馬予想は馬三郎。登録者数がですね、もう11万いいよ。です。うんいやだから来週でおしまいだ。まあいや、もう。これからですね。いやいや、もう、夏季休暇に入る。いや北海道に行って。まだ多分、チームで繋いでもらうやんないよと思うんだけど。やんない。いや、当たんない。難しい。競馬は。結果は難しいよ。ちゃんと YouTube からちゃんと盾が届いてますので、連れてこい。犬でも食わせろ。捨てるわけにいかないんで、ちょっとそれはじゃあいらないよどこかで、事務所に飾っておきます。いらない。趣味じゃない。純金でできたのもらっていいけど、なんかね、メッキみたいなのが200ぐらい作れそうなやつじまたなんか何番人ってなるとまたちょっとゃん。なんか全然興味ない。出てくると思うんですけど。そんなことで、はい。なかなかお世話になりました。今日はまた来週のここまでにしましょうか。ダービーみんな頑張って馬券買ってくれ。興味ねはい。じゃあ今日はここまでにします。えや。はい。お疲れ様でした。いい。よいしょ。はい、お疲れ様です。あ、いただきます。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回は日本ダービーの出走馬ジャッジでした。いかがでしたでしょうか？この春の柳川さんは本当絶好調で、皐月賞の前から上原有希厩舎の4頭の中では Going to Sky が強いというふうにおっしゃっていた通り、青葉賞を快勝いたしまして日本ダービーに出走することになりました。本当にワクワクしています。で、今回その Going to Sky はどんなジャッジになったんでしょうかね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。そして私の本命馬は、馬三郎の日曜付け紙面のコラムで発表しています。ぜひそちらもチェックお願いいたします。そしてもう一つお知らせ、馬三郎では日曜付け紙面にとあるビッグな方からの原稿が載っております。ぜひそちらもよく見てみてください。馬券のヒントというか、いい馬の見方のヒントになるといいなと思っています。ぜひそちらもお願いいたします。そんな柳川さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬三郎です。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬三郎コンビニプリントもよろしくお願いいたします。そして柳川さんに質問がある方はコメント欄へお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。